皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国の新しい駐日大使が日本政府から完全に放置されていて、そのことを韓国の報道機関が嘆いているので、これを取り上げていこうと思います。韓国の新しい駐日大使というのは非常に無礼な人物です。天皇陛下に対して、あれは日曜だと呼びつけたり、従軍慰安婦問題などでも、過去に日韓両政府の話し合いに基づいて問題が解決したにもかかわらず、そのことを指して、あれは過去の政権が勝手に決めたことだから、今の我々が守る必要など全くないといった話などもしていました。そして、そのような人物を駐日大使にムン・ジェイン大統領が選ぶわけですから、いかにムン・ジェイン大統領が日本のことを小馬鹿にしているかよくわかる人事だというものです。そして過去の日本政府であれば、たとえこのような無礼極まりない人物であっても、外交儀礼というものに基づいて赴任した大使などとは速やかに会っていた可能性があります。ところが現在においては、安倍政権から続く対韓政策というものが少しずつ改善する傾向にあり、その結果として現在の日本政府は失礼極まりない人物に対しての接触というものを最小限に抑えるようにしています。このような対応というものは過去に見られなかったことから、韓国側の報道としては現状を嘆いているというわけです。それでは韓国の報道機関が一体どのように報じているか見ていきましょう。着任2ヶ月、日本外相に会えていない駐日韓国大使、最悪状態を体感。駐日韓国大使のカン・チャンイル氏が10日、日本に来てみたところ、考えていたよりも雰囲気が冷たいと明らかにした。カン氏は、この日初めての特派員懇談会で、両国関係が最悪の状態だというのを肌で感じることができたと話した。カン氏は今年1月に着任したが、まだ茂木外相や菅首相と会談できずにいる。前任者が着任の4日後に河野太郎当時外相、12日後に安倍晋三当時首相と会ったこととは比較される。読売新聞などは、日本政府は慰安婦問題や元徴用工訴訟問題で韓国側が受け入れ可能な解決策を示すまでは面会に応じない構えと伝えた。カン氏は、ムン・ジェイン大統領が3.11節の記念演説を通じて日本と対話する準備ができているというメッセージを伝えたとし、日本政府が肯定的に応じてくれることを切実に望むと話した。続いて、東京オリンピックが成功裏に開催されるように積極的に協力したいとも語った。これに関連し、在日韓国大使館の高位関係者は、代案を持ってきてこそ会うという日本の態度は対話を拒否しているようだ。向かい合って座ってこそ代案が出るのではないかと話した。この関係者は韓国メディアから問題解決のための様々なアイデアを提起したとし、政府が代位弁済を含めて様々な法案について議論しているだろうと紹介した。この関係者はまた、ムン・ジェイン大統領は反日主義者ではないが、日本では反日主義者だと誤解していると話した。記事の最後ではこのようにムン・ジェイン大統領が反日主義者であるというのは誤解だというふうに言っているの、そのことそれ自体が日本人のことを馬鹿にしているようにしか私には思えません。今回ご紹介した記事は韓国の報道機関なわけですが、その記事の報道からむしろこちらの側の方が驚かされます。というのも日本にやってきてなんだか冷たい対応されてるなといったことを嘆いているわけですが、むしろ日本の側が温かい対応をするとでも思っていたのかと、彼の想像力のなさにこちらの方が驚かされてしまいます。個人的な発言として天皇陛下のことを日曜と呼んでいたんだ、そんなことをわざわざ批判するなと考えているのかもしれませんが、彼は別に駐日大使になる前からすでに政治家であり、別にどこかの一般人であったわけではありません。ですから政治家としてしていた発言が今になって日本側から冷たくされる対応のその原因となっていることなどはむしろ自分自身で認識すべき問題です。このような彼の対応というものを考えると、彼が自分には何の責任もなく日本側が冷たくしているのが悪いんだといったような、むしろ責任転嫁の考え方がこの発言からも見られます。そしてこのような個人的な考え方というのは別に韓国政府についてもかなり当てはまる部分があります。例えば現在の慰安婦問題にしても、基本的には韓国側がどんどんと問題を新たに作り出して、そのことを原因として日本をどんどんと非難を繰り返すといったことを行っています。そのようにして問題を作り出してどんどんと問題を拡散させているのが韓国自身であるにもかかわらず、必ずと言ってように最後には日本が解決案を出しなさいといったような
かなり自分勝手な論理を展開して日本を引きずり込もうとしています。本来であれば賠償が必要なのであれば韓国政府が韓国国内においてすべきものなのにもかかわらず、過去の話し合いで決まったものというのはあくまでも現在の問題の保証の範囲外だといったような話などをして日本に謝罪や賠償といったものを新たに設定するよう求めてくるような話ばかりなのです。にもかかわらず、つい最近もムン・ジェイン大統領は日本側と話し合ってこの問題の解決の糸口を探そうなどということを言い出しています。彼自身が以前は日韓の合意などは全く無意味なものだといった話をしていたにもかかわらずです。そして日本が話し合いに応じないのはそれこそ日本の側が悪いのであって韓国側には全く非がないかのような話もしています。今回の新しい駐日大使と同じようにムン・ジェイン大統領もまた自分自身には全く問題がなく責任があるのは日本政府であるといったことを以前から繰り返しているのです。このように韓国政府やそして駐日大使その個人においても非常に問題がある行動が続けられている状態ですから、日本政府が新しい駐日大使と会う時間を設けていないということを私は支持します。このような国家の大使と会う時間を設けることそれ自体が時間の無駄としか言いようがありません。ムン・ジェイン政権は来年の3月には新しい政権へと変わります。少なくともそういった意味では来年の3月まで別に放置を続けたとしても別に私は問題ないと思います。政府間の取り決めを守るというこの当たり前のことを当たり前にできる人物が韓国に立たないと話し合いのスタートなどありようがありません。そしてこのような韓国側の大使というものを放置しているそのこと自体を多くの人々が支持する声を上げることも非常に重要だと私は思います。特にインターネット上の世論というのはどうも左派側と呼ばれるような人たちの方が非常に強力に展開していることが目立ちます。それらの人たちは時には女優のような非常に知名度の高い人たちをより代にして一挙集中的に自分たちの主張というものを拡散することによって世論全体があたかも非常に盛り上がっているかのような演出をするのがうまい部分があるのです。一方韓国に対しての厳しい意見というのはどちらかというと散発的に繰り広げられているということが傾向として見られ、ネット上での拡散力というのは残念ながら劣っているように私には見えます。ですから自分が見たものを聞いたことに賛同するというだけではなく他の人にも伝えていくということにもぜひとも皆さんもチャレンジしてみてください。それらは非常に地味な行動ではありますが、しかし積み重なることによってじわじわと影響を拡大するようなことができます。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画の評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。